どうも、ベトナム在住の石です。今日でね、この視聴者さんのスーパーカブ終わらせていきたいと思います。これね、ステップの方はバーナーで、炙ってまっすぐに戻してもらいました。ちょっと上にね、まだ上がってる感じはするんだけども、まあ大体 OK です。ここがね、浮いてないんで、元の写真というか動画をね、撮り忘れたから比較はできないんですけど、まあとりあえずこれは OK です。そんでね、このカブ一番最初の動画の時からマフラーをね外したまんまにしてたんですけど、これ何かっていうとね、案外カーボンが詰まってるんですよ。今写真でうまく写ったのかな。まあこっちよりね、実はこの中がすごいんです。うまく写るかな。ここのね中がすごいんですよ。ちょっとね写真撮ります。ここのカーボンね、持ち主さんは中を見たわけじゃないんだけども、なんとなくねカーボンを疑わしいと思ってたみたいで、日本からねこれを買って持ってきてたんですね。ワコーズフューエル1。もう3回ぐらいね、入れて走ってるらしいんですけども、今までね中のガソリンの状態もね悪かったと思うんで、それで改善はされてないのかな。それとこれ3回っていうとカブだと何リットル？10リットルだから、それでもそれだったら500キロぐらい走ってんのか。なんせね1000キロとか2000キロ走んないとどうも効果の実感ができないようなものっぽいんで、引き続きねこれを入れてもらうのと、エンジンはかかってるんでね、今回はちょっとシリンダーは開けずにゴミだけ取っちゃおうと思ってるんですよ。ここのね案外出てくる。こいつを何枚も入れてんのか。大したことはないな。取れないけどね、無理やりこじるしかしょうがないよね。いた来た。こいつだ。いや、取れた。これでいいんじゃん。これね、なんかガスケットたくさん入ってました。こいつはね、でこれがたまに日本でねベトナム製というか東南アジアのマフラー買うと出てくるネズミ花火みたいなというか、ティッシュを丸めたみたいなやつ。これを2つ入れて、これも入って、要はマフラー変えたり外すたんびに古いの取らないで上から入れてたんだな。ってことはさっきのもね、カーボンそんなに出てないもん。これこんな感じかな。いやよかった。ちょっと簡単にだけ掃除しよう。いやこれね、なんかとんでもないことになってんのかなと思ったけど、これならいけそうですね。いやよかった。いや、この持ち主さんね、視聴者さんね、初めてお会いした時にプラグもちょっと見たんですよ。でそしたらね、プラグがかなり真っ黒で、ガソリンホースの詰まりを解消して一回帰ってもらってね、
あ、プラグも改善してるんだ。まだちょっと黒いけど、何かっていうと真っ黒でね、しかもマフラー外すとあんなことになってたんで、いやいや、とりあえず走ってたエンジンなんでね、フュエル1入れて返そうと思いつつ、本当は開けなきゃいけないんじゃないかななんて思ってたけど、これならいけそうな気がします。黒いけどね。これ実はね、最初にお会いした時にこいつで中も見てはいるんですよ。あんまりうまく映んないんだけどもね、ピストンは黒いんだけども、これは動画撮ってるから後でこっちを見せようかな。周りがね、ちょっとなんていうのかな、カーボンがなくなってきてる感じがするんで、フュエル1の効果はあるのかななんて思ってたけど、まあこれじゃちょっと分かりにくいよね。あんまりうまく映んないんだけどもね、ピストンは黒いんだけども、これは動画撮ってるから後でこっちを見せようかな。周りがね、ちょっとなんていうのかな、カーボンがなくなってきてる感じがするんで、フュエル1の効果はあるのかななんて思ってたけど、まあこれじゃちょっと分かりにくいよね。まあいいやいいや。とりあえずね、一旦マフラーつけて外をね走ってもう一回確認したいんですよ。それじゃあね、マフラー取り付けしていきたいと思います。ちなみにね、こんな切開した跡ありますね。まあまあいろいろ大変なこともあったんでしょうね。プラグつけるんですけどね、ちょっとあえて掃除しないでこのまんま戻して、フュエル1でねさらによく焼けるのかとかちょっと見てみたいなと思ってます。おうおう、やっぱりいい位置なんじゃないのかな。これならいけると思います。ガソリンタンクね、つけていきます。シート取り付けますけどね、ちょっと中の状態見ましょうかね。サビ取りして3週間ぐらいになるんだっけ、ちょっとわかんないけど、中の状態映しますね。ちょっと映しにくいけどね、こんな感じです。まあまあいい感じでね、若干茶色くなってるところも、映るかな、あるんだけど問題ないと思います。それとね、持ち主さんシートの横ずれ気にしてたんで、こんなアルミの板、私他の株でもね、つけたことあるんですけども、これつけとけば少しはねずれ防止になるんで、こいつを真ん中こうね貼っておきます。よいしょ。これでね少しは止まってくれますよ。こいつはここでこう束ねとくのがいいのかな。でガソリン、それじゃあね、フュエル1入れていきたいと思います。ハブのタンクが 3.7、3.8、これがなんだっけ、 1% に満たない量で
入れるってことなんで 30ml 入れておきます。さあそんでリアキャリア溶接で歪んだのか合いません。熱い。ちょっと一回試走したいんでね、これで走っていきます。いや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 、このキャリアは大変だよ。あ、キャリアないってことはワッシャーいるね。さあこれでエンジン一回かってみよう。じゃあちょっとねエンジンかけてみます。1ヶ月ぐらい放置してたのかな。何回か空キックしといた方がいいよね。あ、ガソリンコップオンにしてない。オンにしてちょっと待とう。もうガソリン下がってきたと思うんだよね。だからオンにしてとりあえずかかりました。ちょっと暖気しようかな。最初ちょっともたついたんですけどね、暖気すれば問題なくなりました。とりあえず一旦これでね外走ってきます。これねちょっと郊外の方30キロぐらい走ってきました。2速をねちょっと多めに使ってなるべくエンジン回してみました。で帰ってきてねエンジン冷ましてる間にリアキャリアもね頑張って取り付けしました。削って曲げてどうにかはまりました。ちょっとねプラグもう一回見ていきたいと思います。帰ってきて30分ぐらいは経つけどまだエンジン熱い。まあまあ分転してりゃどうかなるでしょう。プラグは逆に黒くなったまあまあね、フィエル1にそんな即効性もあるわけもなく、あとはこれはプラグ自身黒いのはねキャブのセッティングが合ってるのかとかもあるんだけどもね、この中もせっかくだからもう一回見とこうかな。またねちょっとこのカメラで見ていきます。中を熱いかい。お、ちょっとピストンの位置が悪い。カーボン飛んでるよね。いや、良くなってるような気がする。カーボンが減ってる。ちょっとこれじゃあね、あんまりよく見えないんですけど、カーボンはね、
なんか随分減ったような気がするんだよね、ピストンヘッドに。まあまあどうであれね、フィエル1入れたんで、しばらくこれで様子見をしていくんだな。乗っててね、なんとなくパワーがちょっと弱いのかなって気がしたんだけど、それはね、このマフラーが詰まってるかもしれないんですよ。なんか違和感は感じたんですけどね。まあマフラー変えるのかどうか、それはね、持ち主さんに状況を説明して、本人にも乗ってもらってね、考えてもらえばいいと思ってます。なんでとりあえずこれで完成かな。これでね、この視聴者さんのスーパーカブ整備の方は終わりで、一旦ね、視聴者さん、持ち主の方にね、お返しします。レッグシールドの方はね、取りに来るときにつけてお返しするんで、ちょっとこの状態でね、家に保管しておきます。なんでね、これでおしまいです。それではまた。